みんな、夢はあるかい？えらいやっちゃえらいやっちゃやい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 えらいやっちゃえらいやっちゃやい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 踊るアホに見るアホ同じアホなら踊らんにゃそんそんついに小川くん踊り出したでって思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ちょっと今日は椅子に座って失礼します。最近ね一つ、気づいたことを今日は、小話にしてお話しさせていただこうかと思いまして、実は、一昨年かな、石垣島で、沖縄県大会一昨年かな、あった時に、ちょっと、見学に行かせていただ一昨年かな3年前かな行くことがお邪魔させていただくことがありまして、前日着いた時に、ライブしてくれる居酒屋で、夕食を、いただいたんですけど、そこではライブ終わった後お客さんのみんなでぐるぐるっと沖縄の踊りを踊るんですね。でその時にね、手を内側にグーにしながら内側に、反対の手は確か、パーにしながら外側に、で次は今度逆に右手をグーにしながら左手をパーにしながら外側に、グーは内側パーは外側、これだけの踊りなんですけど、これにはなんと意味があるっていうことを教えていただいてね、皆さんの幸せをぐっとこの手で掴みながら、こっちのパーは自分の幸せを皆さんに分け与える、交代交代みんなからいただいてみんなに分け与えるなんていう、こんな踊りのこの所作の中にね、こういうなんかありがたい意味があるんやなと思いまして、で今日お話しさせていただこうと思うことは、さっきの踊るアホに見るアホ、阿波踊りですかね。この阿波踊りの中に、またね、仕事中僕の頭の中だいたいこんな音楽がずっと流れてるんですけど、踊るアホに見るアホって流れながら仕事してるんですけどね、めでたいやつですわねそれはこっちに置いといて、この踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃ損損ってね、この言葉を僕子供の頃から聞いたことがある、馴染みのある曲やフレーズなので、踊らな損損って確かにせっかく見てんねやったら一緒に踊った方が楽しいでぐらいな意味合いで捉えてたんですね。せやけどなんていうのかな、そない言われたかって、踊るって人前で踊るなんて踊りが上手なわけでもないし、なんや恥ずかしいような照れくさいようなそういう気持ちがあって、単純に踊らにゃ損損って捉えてたんですけど、どうもこれ最近ね、どうもこれこういう言葉に置き換えたらおもろいというか、こういう意味もあるんちゃうかなと思うことが一つあったんで、皆さんにご紹介させていただこうと思うんですけど、ここだけの話ってわけでもないんですけど、実は最近僕は YouTube に挑戦させていただいてるんです。知ってるか、 YouTube 見てるからね分かってるわね。それも置いといて、なんちゅうんかな、このね踊るをね挑戦するに置き換えた時になんか深い意味あるなと思ってちょっと気づいたんですね。挑戦するアホに見るアホ、同じアホなら挑戦せにゃ損損と。これねどういう意味か言うとね、挑戦するアホは、例えば僕これね、挑戦っていうのはね必ず失敗がつきものなんです。でも挑戦したアホにしか 1% の可能性は生まれないんです。でも挑戦したアホをそんなんやめとき、そんなんやるだけ無駄やって止めて、ほんまに心配してくれる人は雰囲気でわかるんですけど、
やめときやめときって、そんなことせずにこっち来て一緒に酒飲もうって言うてくれはる人とかの中にはね、ほんまはそんな新しいことに挑戦して自分より上に、なんていうのかな、自分がおるとこより上の方に上がられてしもたら、なんや自分が寂しいからもうやめといて俺んとこ一緒おってくれよみたいな気持ちを持った人もいてはると思うんですね。でもね、恥ずかしいなんて、まあ長い人生、終わる時にふと考えたら、恥ずかしいなんて置いて忘れていけるもんなんですよ。ほんでね、失敗っていうのはね、そこで恥ずかしいから、人にとやかく言われたくないから、言われたらなんや切ない気持ちになるからって、そこで諦めてやめた言うた時に失敗っていう現象が起こるんですよ。つまり、多分世の中の成功者は僕らがわからないぐらい数えきれないほどの失敗をしてきています。その失敗を、なんていうのかな、学びに変えて、この失敗をクリアするには、次はあないしたろこないしたろって数多くのチャレンジをして数多くの失敗をしてきて、彼らは成功者っていう、ポジションを、必ず手にしてきてるんだと思います。トントン拍子でうまいこと言っとる人もおるかもしれませんけども、少なくとも僕ではないです僕ではないです。でもね、チャレンジするアホには 1% の可能性が生まれ、チャレンジしなかったアホには可能性は 0% なんです。ほら見ろ、ほら言わんこっちゃね、あんな失敗して恥ずかしい思いして、いやかわいそうにそない言うとる人らはね、失敗しないんですよ。チャレンジしてないから。だからね、恥ずかしい思いはせえへんやろって。でもね、失敗してないってことは成功もできないです。多分ね、知らないです。失敗せずに成功したこと僕はないので、失敗を恥ずかしいなんて言ってもそこに置いてきて、後で考えたら、あの時あんなことあったけど、あれがあってあれを乗り越えたから今があるんやなって、ただ僕はそれだけ思ってます。だからみんなもチャレンジしたいことがあるんやったら一歩踏み出してみる勇気持ってみませんかっていうような話なんですわ。またちょっとなんていうかな、話の流れをちょっとね文に書いてるけど忘れたから、ちょっと続きこっそり読んでから後半喋ります。私のところでは個人事業主として一緒に作庭日本一を目指してやってやろうという方を募集しております。同時に新規作庭依頼も受け付けております。今日の動画が勉強になった、参考になったと思っていただけた方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、いいねよろしくお願いします。一緒に夢に向かって前進あるのみ。よーそろー。